小さい方の、選抜した大きい方の F6 を残した。つるの伸びがこれだけ違います。こうもう垂れ下がってる。はい、それでは今日はこれです。千匹屋 F6。そして早いやつはこれが3だから、交配後6日目。今日は5月の24日です。だいたい6日、交配後6日でここまで大きくなった。もうちょっとあるかな。これが1週間。肥大的には悪くないですね。いいですね。これが小さい方の1週間か。まあ順調に来てるでしょう。こっちはもうちょっと早いんで。これが1だから、これが8日目。交配後8日目。いいね。で、今日は摘心をしていきます。もうちょっと早くてもよかったんですけど、まあ、これだけ肥大が進んでるんで、玉植えの、この玉植えの葉っぱをちょっと余計めに取りたい、今回は。まあ、梅雨も来ると言いながら、日も強いんで、影になるように、ちょっと多めに取りたかったんで、遅めにします。で、今まで少しずついろいろ言ってきたんですけど、こっちが小さい方の、こう小さい方の、選抜した、つるの上側ですね。こんな感じ。そしてこっち、ここから大きい方のメロン、大きい方の F6 を残した。つるの伸びがこれだけ違います。こうもう垂れ下がってる。わかるかな？こう垂れ下がってる。で、こっちはまだ上に立ってる状態。これだけ長さが違う。葉の枚数はほぼ変わらないと思うんで、この葉っぱと葉っぱの節の間が積み重なって違うはず。で、こっちはだから長いやつ。長いって大きい方のやつ。こんなに長いもん。大体。っていう感じですね。なので、摘心をしていきます。今日はこれをつけてあるので、こっちに移動してやっていこうと思います。そしてもうこれ、摘果もできるんで、明日摘果しましょう。はい、明日は摘果を取ります。今日は、5月24日で、交配後、だいたい早いやつが7、遅いやつが6、5、6、7日ぐらいのメロンですね。はい、じゃあ摘心していきます。移動しました。はい、移動しました。じゃあ行きます。こうわかるかな。まあ大体多分同じ角度になってるから、玉上1、2、3ってメロンがついてるんだけど、これの上で大体1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16枚ぐらい。15、6枚。で、これだから一番下で残したメロンを残した場合は玉上18枚、一番上でこれを残した場合は玉上16枚になる状態ですね。これでちょっと話しながらちょっと進めていきます。こんな感じで脇芽を全部落として、こうちょっと高めながら、こんな感じで、向こうが南で太陽がこうやってくるので向こうを向けてあげて、それとともに玉の先がもし残ってればこれ取ります。ここがアンテナの T になるので、元は十分、こっちも十分で、これが大きくなってここが T になる。でね、たまにこれちょっと短いでしょ、ここが。そうするとしょうがないから2段にします。これ取っちゃって2段目でこんな感じでやります。で、摘心ね。もうだいたい葉っぱの大きさでそこらが16節目だって分かったんで、もうこれぐらいの大きさのところでもう全部止めていっちゃう。いくよ。で、ここもね、ここもきれいにこ
ここの股のところに残さない。で先っぽを取るときはここの取りたいところに指を置いてポキンって取れば取れる。変につまんだりギュッてつまんだりとかはしない。つまんだりすると例えばまあつまんでみようか。これをさこうつまんで取ったりするとここが傷む。この切り口は良くない。良くないというのはここがぐちゃってなってそこから病気がここが傷んできて、キャンカとか病気が入るといけないのでパキンときれいに落とす。全部そう。こんな感じでこれはちょっと伸びがいまいちだね。だいたい高さがこんな感じでこういうのもここに指を置いてこうやってやってやればきれいに取れるから。もう一回言ってみようか。でねこうやって見ながらねこれとこれとこれがなってんだけどこれはもう選択肢に入んないから取っちゃう。これかこれで勝負。明日決める。まあ夏はね上少し余計めに残しといた方がいいですよ。肥大化も十分だしこの上を10枚とか残さない10枚しか残さない人とかもいるんだけど僕は年間通じて多く残すタイプでこれね肥大はもう悪くないしでさっき言ってたのは先に早めにここ摘心をした方が初期肥大が良くなる。でもこれ十分初期肥大しているから十分なんだけど初期肥大をもっとブーストかけて狙うんであれば早めに摘心した方がいい。ただ今の時期にこのペースより早く肥大をさせると今度大きくなりすぎる恐れがあるのでそこらも玉の肥大を見ながら摘心していくっていうのもありですね。大きくしすぎたくない時は遅めの摘心。ただ早く摘心すると葉っぱがたくさん取れないっていう部分があるね。これなんかこれで十分だね。これいいね。そうしたらもうこれとこれ決めちゃおう。こんな感じでもう決めてこれは決まった。この木自体はもう決まった。まあ摘心じゃねえや摘化してやるからもう一本動画作りますから。でまたこうほらこういうふうに残さない。自分で取ってて残ってるんだけど残るとこっからまたお花が咲いてきてどんどんちっちゃいのできてきちゃうからこれもこうだ。うわすごい順調に来てんな。でもちょっとうどん粉がチラチラしてる気がする。多分うどん粉だな。どっかにあんぞ。なんかうどん粉の気配がする。ある。やっぱり視界に入った。ほらこれうどん粉。これでちょっとこれをきれいに木を全部きれいにしちゃったらうどん粉やります。うどん粉の予防というか殺菌剤。今ちょうどうどん粉の時期ですね。雨も適度に降りながら湿気もあってそして夜は涼しくて乾燥しているというもううどん粉が大好きな時期です。この時期に蔓延させちゃうと自分の圃場全体に広がっていったりするんでもうポチンを見つけたら早めにやらなければならない。もうこれがポチンがあったとしたらもう相当いる。こんな感じですね。ちょっとこれちっちゃい方これやってきたんだけどどうだろう。こんな感じでちょっときれいに揃って今度大きい方でいこう。大きい方もやっぱり取り心地がねちょっと違う。つるが長いから全然違う。
夏はね上をいっぱい、さっき言った初期肥大が取れないっていうのはもちろんあるんだけど、結局最後の後伸びみたいな部分で追いつくよ。大きさは追いつく。そして最初からこうビヨビヨ膨らめていくよりも後半の伸び率の方が明らかに、序盤の伸び率の方が明らかにいいんですよね。ちょっともうやったんで戻します。はい、戻ってきました。序盤の伸び率は非常に今日明日ってすごいどんどん大きくなっていくんだけど、後半の方は伸びていく、こう目に見えて伸びていかないんだけどじわじわと伸びていって、そのじわじわ伸びていった方が内容は充実するし、果肉も太くなる。種の真ん中の種の部分が小さくて肉の部分が太くなる。そして見た目以上に玉が重くなるっていうのがあるので、僕はどっちかって言ったら後伸ばし派ですね。序盤に伸ばすとやっぱりいまいちなんで。おお、これ家計悪いな。これは印してある。こんなだもん。で他のがいいかっていうと良くない。ケツ出っ歯で。でもこれどっちも良くねえな。ポジション的に下を残す。そんな感じなので摘心は僕はもう玉伸びと、あとはきっちり玉上が15枚から先取れる。多分ねこれなんかね今やったやつだっけ、さっきやったやつだっけ、結構取れてるはずよ。これを残したとしたら123456789101112131415161718枚取れてる。なんだったら20枚ぐらいいってもいいですけどね。まあ16から18枚しっかり取れてるんでいいと思います。摘心のタイミングはそれぞれです。それぞれですが、早めに摘心すると初期肥大が非常に交配とともに摘心する人もいるし、そうすると初期肥大が非常に良くなる。ただ葉っぱをいっぱい残そうと思うとその上が取れないから待ってないといけなくて、やっぱりこれはちょっと遅いですね。早いやつで交配後7日だから、まあ交配後3日から5日ぐらいには交配したい。今回はこの画像を撮りたかったんでこう垂れ流してるのと、あとはもうちょっと2日前ぐらいに摘心の動画撮りたいって言ったんだけど、なかなか撮ってる暇がなかったんでちょっと遅れましたが、こんな感じです。こっちはもうだってもう3日前ぐらいに摘心してあるから、ほら。であとは次は今度は摘果して、そして今度は下葉整理もします。下葉整理はねまた下葉整理の動画を作りたいと思います。やる順番があって、玉を摘果してポジションを決めちゃ、このつくポジションを決めちゃわないと下葉がどれだけ取れるかっていうのがわからないから、それはまた次の機会にやります。はい、今日はねこんな感じで摘心をやってまいりました。皆さんもちょっと摘心もちょっと考えながらやってみるとこっちのメロンの方に影響が多少出てくる作業なので考えてやってみてください。もしよかったらまだ早いな。コメントで何か質問とか僕はこうしてるみたいなものがあったら是非コメントをください。はい、もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。ありがとうございました。はい、それでは全て摘心していきました。綺麗に揃いました。はい、次は摘果をしていきます。